皆さんこんにちは、藤本長谷まりです。今日はロビングの、打ち方をやっていきたいと思います。ロビング苦手な方結構多いと思うんですけど、パワーで持ってくんじゃなくて腕をうまく使って力のない方でもねしっかり奥まで飛ばせるように、する練習をねしていきたいと思いますので、是非参考にしてほしいなと思います。それでは行ってみたいと思います。はい、じゃあ早速ロビングの打ち方やっていきたいと思います。まずですね、踏み込み方からやっていきます。で、踏み込み方以前の動画でも紹介したと思うんですけど、まず右足を右利きの場合ですね、右足を出した時に、膝からこう入ってしまう人がいるんですが、膝から入ってしまうと踏ん張りがうまく効かなくなってしまうので、膝をね痛めてしまう可能性もあります。なので膝から入るんではなくて股関節を曲げて、その後に膝が曲がってくるような流れ、股関節膝の順番で、曲げていくように意識してください。こういう動きじゃなくて股関節曲げて膝がこう曲がってくる動きですね。はい、でこの曲げていく動き、ここから球を打っていくようにしていきます。でこの時に背中を丸めてしまう人も結構いると思うんですけど、背中を丸めてしまうと打てることは打てるんですけどパワーが出にくくなります。なので踏み込んだら背中をしっかり反らせて腰を入れるという風に表現するんですけど、腰をしっかり入れて背中がこう反った状態ですね。でこの状態で下半身を安定させて強い球が打てるようにしていってください。はい、じゃあ次に今度腕の使い方を説明していきたいと思います。でロビングを打つ時になんとなくこう後ろに引いて、ラケットを出してこう打っていくっていう打ち方もあると思うんですが、この時にですねちょっと意識してほしいのがこの肘の動かし方を意識してください。 S の字を書くようなイメージで大きい S を書いて小さく動かすようなイメージで肘を動かしていきます。大きく肘をまず引いてください。引いて肘を出して最後小さくっていう風にしていきます。大きい S の最初の丸ですね、そこから小さい丸に切り替えていくので、ここからこういう動き、こういう動き、こういう動き、こういう動きになるように、うまく肘を動かしてみてください。で、その腕の動かし方がまず一つポイントと、あと今度体幹の部分ですね、体幹の部分をですねこう前に倒した時に少し肩を右に引きます。こういう動きです。こういう動きでここから同じように肘を動かしていって、でこのインパクトのタイミングですね、最後の小さな S 字のところですね、このインパクトの時に体をピタッて止めていくような動きで動かしていきます。ここからピタッピタッピタッて止めて動かしていくことがポイントになってきます。この止めるタイミングをうまく自分でコントロールできるようになると、自分でその打ちたい方向にコントロールすることができると思います。でね、上手い選手がやる時ってこんな大きく動かしてないと思うんですけど、それをですねこう見よう見まねでやってもなんか上手い選手でもこうほとんど体が動いてないように見えるんですが、それは内部処理という動きがこう実は体の中でもできてるんですね。内部処理というのは目に見えないぐらいの小さな動きで腕の動かし方とか体のこの体幹がうまく使えている状態のことを言います。なので、同じように打ってるつもりなんだけど内部処理できてる人とできてない人では全然差が変わってきます。なのでまずはちょっとオーバーめに動かしていくところからスタートして、そこから徐々に小さくしながら打てるようにしてもらいたいなと思います。で次バックハンド側なんですけど、バックハンド側の場合は今度同じような S 字を書いていくんですけど、その時肘を一旦内側に入れてください。この内側に入れるのがちょっと苦手な人結構います。このしっかりね肘を内側に入れる、内側に入れる、内側に入れたところから肘出して返す動き、肘を内側に入れてキュッてこう返していく動きですね。肘を内側に入れてパッ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 、こういう動きです。肘を内側に入れて返していく動き、はい、一番最初ねうまくいかない人はこの動きからスタートしていく方がいいと思います。でそれを徐々に小さくしていく、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 このただこうやるのと肘をうまく使っていくのは全然違いますので、この肘をうまく使っていく感覚を、ぜひねこう使えるようにしてほしいなと思います。でバックハンドの場合は今度体幹も今度さっきは、フォアはこっち側だったんですけど、今度逆ですね、逆側から持ってってあげる、こういう動きです。
こういう動きでピタッと止めてあげる。止めてバンインパクト、こういう動きです。はい、そうするとパワーを全然使わずにこの腕の回旋の動きでフォアもバックも上に高く飛ばすことができるので、それをねぜひできるようにしてほしいなと思います。トップ選手なんかだともう本当にここからこのまま打ってるので、それをそのまま真似してしまうと内部処理が全然できてない状態のまま打ってしまうと、パワーを使って打たないと飛ばないと勘違いして一生懸命パワー鍛えがちなんですけど、体をうまく使ってあげればパワーを使わなくてもしっかりと飛ばすことができるので、そこね意識してまずオーバーめに動かしていくところからぜひやってみてってください。はい、あともう一つリストスタンドについてお話ししていきます。でリストスタンドなんですけど、リストを立てるっていうのはこう手首をこうラケットを持った時に手首をこう90度ぐらいにするような動きなんですけど、この立てた状態から徐々にこう開いていっても大丈夫です。ここに角度がついていればリストスタンドだというふうに考えてください。これが手首がこう寝てしまった状態っていうのはもうここに角度ついてないですよね。この角度がついてない状態はもうリストスタンドではないので、これでも打つことはできるんですけど、こういう打ち方ね、オーバーヘッドとか他のショットを打つ時もこういう打ち方をしてしまうと打つことはできるんですけど、この腕の回旋を使えなくなってしまうのでパワーが弱くなりがちです。なので必ずリストスタンドをしながらロビングするっていうことを意識してください。リストスタンドは必ずしも90度ではなくて、ここに角度をつけていればいいので、その角度は自分で打ちやすい位置にコントロールしていければいいです。これはフォアもバックも同じになります。バックもこう90度だけじゃなくて少し開きながらこの辺で打っても大丈夫です。フォアもこういう感じで打っていただいても大丈夫ですので、このリストスタンドを必ず意識していくってことも忘れないでやってください。はい、じゃあ実際に打っていきたいと思います。まずフォアからいきます。で、先ほどのポイントですね。肘を少し S 字のように大きく動かして、最後インパクトで小さく動かしていく動きですね。肘を上げてそこからインパクトの時に小さく動かしていく動き、それとあと体幹をねじってインパクトのこの S 字のインパクトの時に止めていく動き、止めていく動き、こういう動きですね。でその時に左手もここからクッてこう少しねうまく止めることが最初できない人は体を引いて打つ時に左手をクッてこうちょっとこういう動きでインパクト作ってあげると、こう戻してあげる、こういう動きですね。この動きでインパクトを作ってあげるといいと思います。あと最初この踏み込む時のタイミングなんですけど、最初はこの肘をうまく使うんであれば踏み込んでから強く打つ、踏み込んでから強く打つっていう打ち方で練習してみてください。で、上級者になってくるとその踏み込みと同時に打つ、踏み込みと同時に打つようにしてこの腕の動きをどんどん小さくしていきます。で最終的には内部処理でしっかりロビングが打てるようにしていく。内部処理というのはこの肘の部分と体幹部分ですね。この内部処理がうまくできるようにしてください。それでは行ってみたいと思います。はい、お願いします。はい、次に今度、上級編ということで同時に打つところですね。でこの肘の動きも少しずつ小さくしていきたいと思います。じゃあお願いします。
はい、じゃあ次にバックハンドでロビングを打っていきたいと思います。グリップをバックハンドグリップに切り替えていただいて、そこから肘を先ほど説明した通り一旦内側に入れてから上げていって返していく S 字ですね。こういう S 字からくるっと最後インパクトを作っていくような動きをやっていきます。でその時に体も少しねじりを入れて、そこからピタッと止めていくようにしてインパクトを作って打てるようにしていきます。はい、でそれとあとこれも先ほどと同じように初中級の方、まず最初は踏み込んでから打つ、踏み込んでからしっかり高さを出して打てるようにしていくっていうのと、あと上級者になったらそこから足の踏み込むタイミングと同時に打つようにしてください。内部処理をもう体で行いながら打っていく。最初は大きいスイングから始めてどんどん小さくしていくようなイメージでやっていきたいと思います。それでは行ってみたいと思います。お願いします。今度上級編でやっていきたいと思います。はい、いかがでしたでしょうか。今のこの動かし方ですね、この腕の動かし方、この肘を上げてこう返していく動きですね。最初は少し難しいと思うんですけど、たくさん練習してね、この肘の動かし方をしっかり覚えて、ぜひ打てるようにしてほしいなと思います。やはりこの肘を柔らかく使うこの S 字の形でうまく使うフォアもバックもしっかり打てると、ジュニアとかね小さい子でもしっかり遠くまで飛ばすことができるので、まっすぐじゃなくてしっかりこの腕の回線を使えるようにしていくっていうのがポイントになります。しっかりここからこうバックもここからこう、はい、そこから徐々に小さくしていって内部処理ができるようにぜひ練習してやってください。それではまた動画引き続きやっていきたいと思いますのでよろしくお願いします。バイバイ。